本当に核兵器って安上がりなのかということを考えてみると、そうとも言えないんじゃないかというところもあるんですけど、この点、戸崎さんどういうふうに見られてます？はい、ありがとうございます。まず安上がりというのを聞いたときに2はい。つ思い浮かんだんですけれども、はい。1つが北朝鮮。はい。で、彼らはやっぱりその今、リソースが少ないので、それをはい。核に集中していると。で、それでもかなりの、コスト、はい。資機材、技術、おうん。金などなどを、不法な調達も含めて、はい。お金を突っ込んでるわけですよはい。ね。そこまで安上がりかどううかというのはあん。りますし、それまあ、から北朝鮮の場合は、最終的には核で報復を受けて、もううん。自分たちの、国といいますか政権、それもなくなるということを、前提にそれを組み込んだ上でうん。やっているわけですよね。日本がそこまでの核う戦略というのをん。取れるのかどううかというところ、ん。日本がもう地図からなくなってもいいということを前提として核に依存できるのかうというこん。とを考えると、これはコストだけの話ではないでうすけれども、ん。単純に安上がりとは言えないのかなというのがうん。一つ。で、もう一つが、1950年代、アメリカが大量報復戦略うん。打ち出しましたけれども、ヨーロッパで NATO が通常戦力が弱いと、お金ももう第二次大戦で疲弊してないと、でソ連の方が強いという中うん。で、それを核で補おうとしたわけですよね。はい。けれどもすぐにそれは抑止として破綻してるんじゃないかうという議論がアん。メリカの中で、湧き上がり、ですぐに柔軟反応戦略うのようなものへとん。変わってくるということで、そう考えた時にまともな国うん。というとおかしいですけれども、しっかりとその核、それから通常戦力も組み込んだ上でトータルで抑止というのを考えた時に、核だけに特化したうといいますか、ん。かなり依存した戦略を取るということが抑止としても適当なのかどううか。ん。適当じゃないなら通常戦力をやっぱりうきちんと持たないとん。いけないといううわけで、ん。なんて言うんでしょう、そういうことを考えると、特に核だからこそ安上がりだとういうのは、やっん。ぱ言えないんじゃないかなうというふうにも思いますよね。ん。まずよく言われるのが、抑止には3つの要素があると。うん。で、1つが能力、で、うん。1つが意図、もう1つが認識うん。ですけれども、きちんとこちらが、能力を持っている、そして何かあった時にそれを使うという強い意志を持っうん。ているということを、最後の部分が一番難しくて、相手にどうやって認識させるか、う相手がきん。ちんと認識してくれなければ、うん。抑止は効かないと。相手うん。がしないということをさせるためのう行動なのん。で、そういう意味で、フィクションという言葉が適切かどうかわかうらないですけれん。ども、当然その戦争が起こってない状況の中では、その能力と決意を見て、意思を見て、相手がどう考えるかというのが抑止なわうけですよね。それん。を相互に行うというのが相互抑止うのようなことん。になると思いますけれども、なので、じゃあ抑止は効いてないのか効いてるのかというのはうん。本当にわからないと。戦争が起うん。こるまではわからない。うん。で、それまでは人の頭のうん。中で、うん。今やっても勝てないかもしれないからうん。やめておこうっていうのうは抑止されてん。る状態ですよね。うん。で、先生おっしゃられたように実際に物がなかったとしても、うん。もしかしたらそれを持ってるふりをして相手にうん。信じ込ませればそれは抑止として効くかもうしれませんけれどん。も、でもやっぱ現代の抑止関係の中ではやっぱきちんとした能力というのを適切に持っている、それがきちんと使えるっていうのを相手に見せる、デモンストレーションをするうん。意思も示すっていうん。うのが、その抑止の効果を高めるためにはとても重要になっていうん。ると思いますし、あとだから認識の部分というのはとても難しいですよね。で、おうん。互いに合理的だっていうのが前提でありまうん。すけれども、相手が合理的でなければ、いや、そんな抑止なんか関係ないうと。もうん。自分たちが死んでも相手を殺すんだっうていうような相ん。手には絶対に抑止は効かなういですし、ん。全て必ずいつも抑止が効果を得るわけではうない。ん。得ない人もいるうっていうようなところん。はありますけれども、うん。前提として抑止論が成り立っているのはそういうところうなんだと思いまん。す。韓国は独自の核武装というよりは、核共有っていうはい。話を結構してると思うんですけれども、私は結構この韓国が核共有っていうことを志向する理由が今一つよく分かってないんですけど、まず核共有とは何かっていうところから含めて、ちょっと解説をしていただけるとありがたいですね。はい、核共有の考え方っていうのは実はすごく広くうて、ん。一番、典型的なのがヨーロッパの う NATO で行ん。われているアメリカの核弾頭を、ヨーロッうん。パに置いてうん。おいて、で、それをその同盟国の飛行機で積んで、うん。で、そのクルーが落としに行くうん。うと。ん。ドイツとか。うん。それでそれが一番
分かりやすい核共有ですけれども、それ以外にもそういうその核を落としに行く飛行機をエスコートするだとか、そういうのもありますし、情報共有する作戦の共有といったようなこともありますし、非常に幅広い概念ではありますよね。で韓国で言われているのが、そういったその NATO 型のいわゆる核共有だとすれば、でもそれを韓国としての安心感にはなるかもしれない。もともと昔韓国には核兵器が配備されていたわけですよね。共有はされていなかったけれども、あれが全部撤去されて、でトリップワイヤー的な核というのももちろんなくなった。でも在韓米軍はいっぱいいるので、またそこの関係というのもあるかもしれませんけれども、で何でしょう、今韓国が核共有というのをなった場合に安心感はあるかもしれないですけれども、使うか使わないかの決定っていうのは最終的にはアメリカ、韓国も、韓国はやらないっていうのは言えますけれども、韓国が撃ってくれって言ってアメリカが嫌だっていう時はダメですよね。そうですね。結局見捨てられになっちゃうわけですよね。で今韓国が懸念しているのが見捨てられだとすれば、その核共有にどれほどのその意味があるのか、安心供与としてもリアシャランスとしても、もちろん抑止としても、抑止の場合は相手がものすごく慎重に考えてくれればそれはありがたいという話なのでですけれども、どれぐらいの意味があるんだろうというようなのは私も思いますね。そうなんですよね。だから私もだから核共有って今戸崎さんご説明いただいた通り、結局そのアメリカの核っていうこのアメリカの所有物であるところは変わらないので、アメリカがイエスと言わない限り使い物にならないわけですよね。そうですね。物体としての核弾頭はあっても、それが核爆発を起こすっていうのはアメリカがイエスと言わなきゃダメなわけですよね。で韓国がノーと言ってもアメリカがイエスと言えば究極アメリカの本土から撃っちゃいいわけですから、それは韓国がノーと言ったってアメリカは核を撃ちたい時は撃てるわけで、そういう意味ではなんか止めることもできないわけですよね。一つあるとすれば、そこに核兵器が配備されているので、相手は当然それを狙うでしょうと。で狙われる前にこちらから使う、失うか使うかみたいな、ああいうシチュエーションですよね。ということは核の使用の敷居は下がるというロジックは成り立つかもしれないですけれども、それがどこまで本当に効果的な、そういうところに核を置くかって話もまたありますし、アメリカが。そもそもね、だからちょっとだから日本でもね核共有ってなんとなくニュアンスとして、いや日本もアメリカの核を共有するからアメリカがどう言ってもこれは半分は日本が所有権を持ってるから日本がゴーと言えば核は撃てるんだみたいな、そういうなんかニュアンスで語る人もいて、いやそうじゃないと思うんだけどって私は思うんですけど、作戦計画を立てるだとか、どういうシチュエーションで核を考えるだとか、そうじゃなくてっていうようなその、オペレーションの部分に関する理解とかそれから共有はすごく深まるかもしれないですけれども、それは共有してなくてももしかしたらできるかもしれない、難しいかもしれないですけども、なので核共有をその非常に狭いところに押しとどめずに、幅広い文脈で今拡大抑止協議とか韓国、米韓もやってますよね。これ日米韓っていうのももしかしたら将来あるかどうか分かりませんけれども、そういったようなものも含めて、それから通常戦力からもっと言えば外交からインテグレーテッド・デタランスみたいな形ですかね、統合的に全てを包摂した形で、その中でどういうことを核の部分でやっていくかということをもっとやっぱまずは真剣に考え議論してアメリカともちゃんと協議してっていうところからやらないと、ちょっともう時間的にどれぐらい余裕があるのかわからないですけれども、実際にやってると思いますけれども、政府間の中では。やっぱり今年被爆80年っていう、今ね広島をベースに活動されていて、でやっぱり広島でも被爆の80年ということでありますし、日本はその唯一の戦争被爆国であるわけで、これまでそれこそね広島の原爆資料館とか私も何度も行きましたけども、やっぱりああいう形で戦争が悲惨だで、この悲惨さ、核兵器の悲惨さっていうのがあるからこそ使っちゃいけないんだっていう、こういうメッセージをずっと発信してきたと思うんですよね。でただ同時に日本はその核の傘っていうのがあって、アメリカとの同盟、拡大抑止、こういうものに依存してきたわけで、
で一方ではだからもう戦争を繰り返さない、ああいうこの核兵器を使うような戦争はもう二度と起こさないっていうこういう誓いもあり、他方でその日本は現実問題としてこの抑止っていうものを、このそれに依存しなきゃいけない状態でもあると。このなんかバランスの中で日本はこれからどうしていったらいいのか、多分戸崎さん毎日のようにそれを問われてると思うんですけれども、どういうふうにこの日本の核戦略とか核に対する向き合い方ってこれから新しい時代80年という節目の時期を超えて次の80年に向けてどういうふうに考えていったらいいと思いますか？はい、とても難しいご質問だと思いますけれども、やっぱりまず一つ、広島長崎以来80年間核兵器が使われてこなかったというのは、それは非常に大きなことだったんだろうと思います。他方でまさにそのことによって先生おっしゃられた核兵器って結局何なんだと、絶対悪なのか、こんなもん一発も使ってはならないような人間が持っててはいけない兵器なのか、絶対悪なのか、それとも抑止として使う可能性がある大国間の戦争80年間起こってないですよねと、冷戦は冷戦で終わりましたよね、というようなある種の必要悪なのかという議論がやっぱ決着がつかないまま80年間来てるんだと思います。で、実際に核兵器って両方あると思うんですよね。広島で使われた年の半年間で10万人の方がたった一発で亡くなる、長崎でも7万人の方が亡くなる、広島真っ平らになる、そういう兵器は使ってはならんでしょうというのはもう当然の感情だと思いますし、同時に今世界には1万2,000ぐらいの核があって、日本はそのうちの3つ、中のとてもあまり良くない3つの国に直面している、安全保障環境がとても良くないという中で、悪い、それ良くないよねって言ってるだけでは済まない状況に、ずっと置かれてきたということを考えた時に、当然最終的に核兵器はなくなるべきだし、なくなった方が日本にとっても好ましいし、というのはそうなんだけれども、今ある現実に対してそれを例えば抑止として相手に使わせないようにする、これまで核兵器使われてこなかったですけども、使わなかったという側面と、使わせなかったという側面もあったと思うんですよね。なので相手にいかに使わせないかという抑止と、それからあるという前提でその状況をいかに安定化させるか、軍備管理の目的ってそこだと思いますので、でさらにそこからより安定的にするために減らしていく、より安定的な抑止関係というような感じで軍備管理軍縮というところにつなげていくというような時間軸で見ていかざるを得ないかなというふうに思います。で、日本はこれまでもそういうような軍縮軍備管理政策を取ってきたかと思いますけれども、抑止に関してもそうだと思いますけれども、それはこれからも続けていかざるを得ないんだろうと思いますし、それを日本としてどのように発信していくかというところ、そのことが来年81年になりますけれども、引き続きやっていかなければならない、日本が唯一の戦争被爆国だからこそ、そしてこのような今世界の中で最も厳しい安全保障環境に置かれているからこそ、矛盾しているように見えるかもしれないですけれども、それを包摂するような形で、政策を打ち出していく、メッセージを打ち出していくということがまず必要なんだろうなというふうに思ってます。